ばいやばい、邪魔だ。オプティマミートです。オプティマミート。当社の復刻手に入れました。でやっと40年ぶりぐらいにじゃあ思いもひとしおですね。そうはい。じゃあこっちが。こちらはもう現行の競技用バギーで PR レーシングの SB401R といういわゆるハイエンドの4コース。これまだ走らせて、走らせてないいやですか？もう特にガンガンめっちゃ綺麗ですよね。カーペットコースしか走らせてないんであ、綺麗。ダートとかは一切これは走らせてないんで。じゃあダートはこっちが走ってるんですか？そうです。こっちはもうダートもカーペットも両方。ジェノバーですよね。はい。これはジェノバで、これラジコンを再開する最初に買ったオフロード。じゃあこのメンドリサーキットさんのですね、オーナーさんのコースを後で紹介するとして、今下に見えてるこれがカーペットあれそうです。これもね、友人がリフォームとかで余ったやつを無償で譲っていただいて補修とかに。無償は大きいですね。はい。じゃあこれから補修の分もあるし、もうはい。安泰ですね。そうです。そうですか。ありがとうございます。はい。はい。じゃあメンドリさんでした。一応お顔ですね。はい。でこちらがこれはヨコム。今日はこれを1台持ってきただけですか？そうです。ちょっとお気に入りですか？はい。ちょっと走りそうですよかった。いわゆる、ね。初心者向け。初心者向き。ああ。でもこれ始めたばっかりのバもともとはオンロードですか？ギー。温度ああ。結構オンロードからじゃあバギーって言ったら全然変わりますよ。変わりますね。走りやすいですか？なんかバギーの方が面白い。面白いです。じゃあお気に入りのヨコモの R を見せてもらいました。もう言ってもらうとわからんのですよ。ヨコモの R これは一緒ですよね。これは今すり込んだんで分かったんですけど、ヨコモの RO とこっちが横物 SO です。RO と SO ってどう違うんですか？これがいわゆる競技、まあこっちがいわゆるレースとか本気用です。あ、こっちが本気。はい。こっちが女子足なんであ走りやすいです。あ、いわゆる初心者ミドルクラス用のミドル。はいいわゆるエントリーモデルですね。これは RB ですか？これは RB ですね。はい。教書のダートマスター。はい。ラートマスターの原型研究ですよね。いや、なんでこれ分かったかって僕も持ってるから。そうこれが一番楽しい。このマシンはこれは表彰ですよね。これはオプティマミット。オプティマミットだったらあれと一緒。そうです。でこっちがこれがヨコモのの YZ2 の CAL3.1 です。長いから分かんないです。横も多いですね。でこっちがこれが G4 のジェノバ。ああ、ジェノバもいいね。ジェノバと横も全然違いますか？走った感じ。全然違いますね。ああ、走らせやすいのは。ハイエンドなんで。やっぱりエントリーミドルとは一味。そうなるほど。じゃあありがとうございます。じゃあレアマシーンいう紹介だったんで見てみます。これはデュランゴの210。いきなりわからん。イギリスの車です。もうメーカーがなくなってるから。いきなりわからんですね。でもこれは前のモーターなんだ。まあミートでミートですね。ギアです。X6 と同じぐらい。これギア結構大きいんですか72の33ってことかな。ですよね、結構大きめのハイスピードな感じですね。B6 と B7。B6 と B7 ですね。どっちもミッドですよね。こっちが5ギアになって、まあこっちが3ギア。5ギアと3ギア。3ギアソシも全然わからないです。アソシとこの昔のデュランゴはどんな操作性なんですか？やっぱりね、ギアがね、スタンドアップなんでね、はい、ちょっとここのコースだったら転倒することないですから、ハイサイクしやすいんで、グリップ高いと、ここは大丈夫なんです。ここは大丈夫ですね。こっちはもう全然普通に、アソシはいける。全然問題ないですね。ちょっとまたよければ撮ってきます。はい、ありがとうございました。これはヨコも多いですね。でこっちはこれオプティマミット。もうこの人数で結構皆さんいますね。
でこっちはこちらダーククロス。あ新しいやつ、初だ。これ1回へー100件であったんですよ。あ本当ですか。入れ違いぐらいで全然わかんない。去年僕100件たまにいますから声かけてください。じゃあこれダートクロスでした。が問題になったりして。すごい。スティックまでもうスティックで操作ですか。そうですね。ホイール使わない。ホイールは使えないんで使いたいんですけど、なかなか。最初に買ったのが僕もアタック。僕もダッシュでしたけど。僕もダッシュですね。これ3話のあこんな斜めなんだ。帰れるんです。お高いんでしょって。ホイールは使わないんですか。使えない。じゃあスティック派がこちらには2人来られるってことですね。いいもの見させてもらいました。こっちはこれは横野さん。これも横野。はい。TTM2 ですね。DTM。まあダート用ということで。はい。まあカーペット用、はい。同じ車でまあこちらカーペット用になる。これは分けて。使わないとダメなんです。じゃあありがとうございました。S1V3 って何？走ります。こっちは DT ですよね。DT このカーペットこっちを走りますか？ちょっと曲がらない。やっぱり原因があります。はい、これはレイダウントリガーですね。レイダウントリガー僕も使ってますけど、僕もこれ見た瞬間もこれだな思って買ったんですけど。だからみんななんか違和感があるけど、俺もこれなんだと思って買った。っていうかこれなんすか？これ TT です。DT？これ TT です。これあれですか？これインナーボディ。インナーボディをインナーボディにインナーボディをホームセンターで買ったステーにウイングつけて、これ TT です。前回お見せしたからこれ多分台湾から来たシャーシです。台湾から。っていうかこれは何なんですか？これもともとアルティマ表彰のアルティマのシャーシ部分は違うと。そうギアボックスはアルティマ。ギアボックスとフロントのここのサスマウントはアルティマ。アルティマだけど、ここは全部台湾の EXO デザインっていうとこから台湾取り寄せた。カーボンだらけですね。カーボンだね。カーボンこの人はアルミ。珍しいマシンということで、こっちはもうあれですね、ジェノバとですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと一周だけ歩かしてもらっていいですか？あ、どうぞ。このコースを動画に。あざっす。取れてるかな。もう暑いけ熱暴走してる。熱暴。飛びすぎる。あ、飛び出た。あ、いいっすよ。
さが